新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年始まって最初の動画になりますということで、初めての動画になりますが、ここに文人儀があります。はい、これどういうことですか？この赤松を使って、2026年にふさわしい松竹梅を作ろうということで、はるばるやってまいりました大宮。今日はですね、4人でどうするのがいいのかと話しながらやれればいいんじゃないかなと思ってる所存でございます。ということで、内容は大学全く知りません。今来たからね。ドッキリロケみたいな。大泉洋みたいな感じで。ということで、今日はこの文人儀を使ってちょっと変わった松竹梅を作っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとこのいい木のポイントとか、ゆうきさんが思うとかありますか？いや、まずね、模様ね。模様、皮も来てますもんね。皮も来てる、でこの木はまあ模様はいいんだけど、2つぐらい欠点があるんですけど、これはまずこの1の枝の出方ですね。十字に完全になっちゃってるんで、ここの枝は切っちゃって。これ何枝って言うんですか？これは、まあ普通だったら意味枝って言うと思うんだけど、かつて東寿園では、こうちょうだいちょうだいっていう意味でちょうだい枝っていう時代があったらしい。ちょうだいちょうだい。ゆうきさんは、ごめんなさい、ゆうきさんは東寿園とどう関係があるんですか？私の父が野田の東寿園とかで修行してたので、そんな話を今朝聞きました。なるほど。30年ぶりに思い出したと言ってたんで、そういう時代のものかなと思います。で、今の時代は粗品枝だと。そう俺が横から見ると、それお前そういうのやらずな言われるから。じゃあ一つね、ちゃんと収まります。でもこれは切りたい。これ切りたいな。まあちょっとね、十字みたいに見えますね。で、僕はあとはこっちの枝かな。こう十字に平行に出てるのがね、やっぱり嫌なんで、こっちを切ろうと思ってたんだけど、カンタがこっちじゃないんですかと。流れ的にはやっぱこっちの枝を残してもういいかなとも思うんですけど、まあここもまた同じようなスパンでね、こう出てるんで人工的な香りがしますから、まあこの枝とこの枝を落として、この枝ちょっと引っ張って下げてもいいかな。で、ここの枝を取る理由は、こっちの枝が下げてくると代わりになるからですね。なるほど。ゆくゆく長い目で見ると、この枝は今取っちゃった方がいい文人というか模様木にはなるかなと思いますんで、そういう感じでやりたいと思います。あとはこの陣ね、これなんだろうね。これつけてあるのかなと思ってみたけど、そうでもなさそうなんですよね。ちゃんと元の皮がここにあるんで、こういう枝があったのかもしれないね。5、6年くらい前までじゃない、陣の時代から見るともっと前かな。なんでまあこの木の模様と、この陣シャリとこの石のコンクラバの石なんですけど、まあこの石かっこいいんで、これは生かすってことですか？これ生かします。この鉢にまた新たに1本追加して、松竹梅だからね。とりあえずここに植えるっていうよりか、一回これも外すんですよ。一回外して、根もさばいてからこの浦和のお客様が長年お持ちになっておりましたヤバイですか？ヤバイです。一重です。一重だと思うね。面白い樹形ですね、これね。ギリギリ花咲いてるみたいなくらいの樹勢だからね。この草の感じだとね。だから草はちゃんと取らなきゃいけない。普段から。わかりましたか？すみません。すみません。失礼。これカットで。まあだからこれを赤松を右に据えながら、このヤバイをうまく据え付けていくと。これ線向いてますからね。向こう向いてますよね、ヤバイが。だからこれをこう使うのか、もうどうにでもいいんだけど、こうでもいいし、そうそれをみんなでね決めながらできればいいのができるんじゃないかなと思っております。松竹がないのか。竹ありますよ。竹あるよ。カンタ出してきて。お願いします。すごい。
何これ。熱ラナリーです。いいですか。チクこっちですね。チクこっちですね。ね、この使えるだけ使おうかなと。放置されて。まあか普通に取りやすいのはこれなんで、心の中でそっちなんじゃないかってみんな思う。これをちょっと掃除して使えればいいかなと思います。ちょっと株開きすればね使えますので。はい。か持ってきてもらったやつですね。そう、一応候補でね、この2つが園芸業界の YouTube はね、花の苗取るときこうやって取るんだって。そうなんですか。今初めてやった。これはね、チェッカーベリーって言って洋種のもんなんですけど、これちゃんと実ついてるんで、はい、実があった方がいいですよね。はい、人工の実がついてるヤブコウジよりはいいかなと思います。で笹がなかったので風合い似てるだけでタマリウっていう駐車場とかに植えたりするやつ、これは株分けができるのでこういう風にね、で周りをこれで囲おうと思えば囲める。なるほど。やるか分かんないけど、この辺を使ってやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは作業に参りたいと思います。レッツゴー。ゴー。カッ売れてない YouTuber だよね。ではまずは、外して分けていくって感じですかね。ジン折るなよ。はい。振りじゃないからな。はい。絶対折るなよ。振りになっちゃう。絶対。結構これ時間食うかな、もしかして。すごいか。ヘラかなんかある。スクレーパー。でもワイヤーないよな。ないですよね固定の針金ないよね。裏にさ、固定してある針金がなかったんだよ。石についてる。そうだから多分すぐ取れるかなと思って。下はどうですか。いける？自分が怖いんで。取れそうだね。怖いですよ。これ全国の盆栽ラバーを敵に回すっぽいかもしれない。簡単ですよ、皆さん見てるのは。いいよ、ミシミシ来てるね。書いてる。オッケー。オッケー。取れた。ジンが大丈夫。オッケー。じゃあ高橋さんのキーもちょっと。オッケー、取れました。これは生かしたいからね、これ残しで。はい。固定で。こんな感じでついてたんだね。続きまして、じゃあこのヤバいもの抜いてみましょうか。次の気がする。現状のこの柵だと根が張ってないやつ。多分張ってないと思うね。そうだよね、そうなっちゃうよね。これでも意外と雑草の根ですと思う。やべえ。待て。雑草ばっかだね。型番と。根が張ってないですよ。買ってないです。元気ないんだね。ねえ。できちゃこれはまず裏面崩してもらって、でこれを右側に植えたいから、なるべくこっちは削っていく感じで、逆にここら辺は少し多めに残す感じで大丈夫です。わかりました。じゃあ下をとりあえず。そうね。はい。で、根もさばくし枝も抜くんで、都合はいいと思うから。わかりました。にかかる負担がね。2.5本ぐらいあった方がいいですね。カチカチだ。カチ先です。カチなんだ。夜中に皆さん集まってね、やっていただいております。本当ですよ。2時半じゃないですか、夜の。絶対時計移すな。まだ6時だよ。絶対時計移すの。絶対時計移すな。私の方はですね、今固定の針金を用意しました。これでやるんだ。はい。これは裏側にちょっとへこんでるところがあるんで、多分これでもガタつかないかなと。はい。これ持ちなくていいです。いや、大事な仕事でしょ。俺が持とうか。共同作業。初めての共同作業。あんまり見ない絵だもんね、このお金。これで共同作業しないから普通は。あんまり人とやらないよな。俺はあんまりやったことないから。もっと大きい鉢とかならまだ。そんでデモンストレーションとか言うほどのあれでもないからね。もうこれでいいんじゃないですか。はい、これ固定用の針金。大体これで大丈夫。これ大丈夫。なんかあれだ。オッケー。はい。これでオッケー。これが邪魔なんですよ。すまない。乾燥して乾燥して持ってきてくださったので、とても作業がしやすいですね。
そこはこんなもんでいいですそうね、そこはもうちょい。もっと行きますあ、でもそうだね、もうそこまで来てるん結構ですね行って。ます周り優しく崩してあげた方がいいかな。わかりました右側だから。ほら。あんまね長年植え替えてないよね、これ。こうなっちゃうとな、大変だよな。そうなっちゃうってのはどういうなっちゃうもう土の粒子がこう一粒もなくてもこうパラパラしちゃうと、泥みたいなそれとやっぱもうこうやって取れちゃうし、それだとね根が総量が減っちゃうから。あと最近使い始めたんだけど、この箸がいいね。アルミの箸ね。これね、根がねあんま傷まないのよ。で土すく時にも使えるしね。血糖準備しますか？あ、しましょうか。じゃあ、ありがとう。金井さんとゆきさんどっち年上？高木先輩。金さんの方が年上でしょ。そうなんですか。業界歴は一番あるんですよね。防災士になって10年目くらい。 10年10年やれた。大学何年何年ですか？ 6年ぐらい7年6年ぐらい。あ、そんな長いんですね。そうなんです。でもまだ意外ですね。まださ、盆栽に対して分からねえことだらけだよな。まあね、わかる10年この木元気ないからじゃあこうしようこうしようとかやってさ、思った通りになることももちろんあるけど、思った通りにならなかったことの方が印象に残る。なるほど。難しいよね。やりやすいですけど。嫌じゃない？怖くない？ボロってきそうですね。あ、ボロっていっちゃうよ。本当ですか？べちゃべちゃよりか。でもこの大度をちゃんと崩してやんないと芯まで水いかなくて頭飛んだりしちゃうからね。土悪いね、本当にね。これじゃあ育ちが悪いね、確かに。と思うけど、こんなに灰色が良くて艶がいいんだからよっぽど肥料と水やってる。まめにあげてた人が持ってたんだろうね。知らんけど。こんだけ構えちゃうと、なかなか入っていかないですよね。そうだね。あ、いいんじゃない？あ、いいねいいね。もうこのくらいになってた。あと裏だね。ここら辺。さあ、根っこどんな感じ？いいですね。いい感じ？いい感じですかね。多少コネがあるって感じ？あんまりこれを今度切りすぎちゃうとあれなんで、傷ついた根だけ切りますか。これは根の総量としてあんま多くないからね。確かに。まあ、傷ついてるところと元に根があるところで切りたいね。なるべくね多く残したい感じですね。こういうのが傷ついちゃってる根っこだから、そうだね、傷ついてるところだけ取っちゃって、そうだね、そこがいいね。そんなガツガツ。大河君普段はねこのこのサイズやらい。ないから全然やり方違いますね。私もようやく2年経ちました。おお、ねか。早いっすね。早かったですね。あっという間でした。ねあれだよ。お宅の園主は寒い中外。けど土にあれとかあげた方がいいよ。あれ地味だよ。土に練ってるよ。はい。そしたらだいぶちっちゃくなりましたね。だいぶちっちゃくなった。これは結構追い込んでますよね。ね。じゃあもったいないです。字にしちゃう。まあでも短く詰め地ですよね。まあここくらいで切っといて、残してもやだそうだね。でも切りすぎたら戻んないから、わかりました。とりあえずこれで切っちゃいますか。はい。わかりました。切ります。あ、こっちの枝だったのに。いやいやいや嘘です。だったらこっちも切っちゃってですね。はい。ここから切っちゃう。これでいいと思います。はい。はい。おーさっぱり。これでだいぶすっきりしたんじゃないかな。そうですね。あとこの間ちょっと針金が幸いかかってるんで、ね。少しこう引っ張って下に下げるかして、はい、そんな感じでいいと思います。はい。はい。剥きますか？お願いします。じゃあチンで。今の時期は吹かないですか？松屋には。松屋に吹いちゃうから、対策としては根元に僕はちょっといつも毛と土、まあ人シャリもそうですけど毛と土こうバーって黒くはなっちゃうんですけど、やりますね。その松は枝が乾燥するとヤニが吹くじゃないですか。だからその少しでも保水性を上げるために毛と土なら水あげた時に水分含むじゃないですか。なるほど。普通カットパスタとかなんかね。カットパスタだとその上からヤニ吹いてきちゃうから、たまに
きました。制作チームすごい。できました。頑張った。お待たせいたしました。一つちょっと食べてみてもらっていい？こんな言っちゃっていいんだ。あんまり気にせずやっちゃうな、あいつ。大河君とかはさ、商品サイズとかをやってるじゃん。はい。やっぱもうねちっこく小さに作るの。まあ少なくてもある程度太かったら作ったりとかしますけど、ただうちの社長がやっぱ長いの苦手なので、ああ、短くしちゃそう人工っぽいのやっぱそうだよね。短い方がやっぱかっこいいです。これイタリアのああ、イタリアでもらったやつ。イタリアの新作と？へえ。意外とやりやすいですこれ。高木さんパワーありますね。ね、なんか今力の高木って言われてるし。これこんなもんもっと短く。いや、こんなもんでいいと思いますよ。はい。こんな感じに。超ざっくりですけど。でね、ヤバイは、これは個人的な見解ですけど、梅類は古いじゃん。木が古い、結構思ったより古いから根は多めに残したい。根を多めに残すっていうとまた語弊があるけど、古い土を時間かけてもいいからさばいて残してあげたいっていう感じかな。古い木はって感じですか。もうより古くなればなるほど。若い木だと結構切っちゃっても大丈夫。大丈夫。まあその分上を押さえてればね。はいはい。この盆栽の根と葉のバランスがとか分かるようになれば、植物って何でもいけると思うんだよね。なるほど。うちなんかはあれですよね。上を切ったら下も根も切っていくっていうことですよね。これは根っこを見せてみようか。これはやっぱさっきの赤松ほど悪くない。割と細やかな根がいろいろ出てるんで、はい、いい方だと思いますよ。よくね、このでも規制で花ついてると思う。もうこんなものでいいかも。そうですね。そしたらちょっとだけ太根とか、あとこういうところもここで切るより、そこで切ればここの根が残るからね。そうだから上手に培養してないと途中で切る根も生えてこないで直根が走っちゃうから、伸びてる根はそう日頃からまめに植え替えてくださいと。はい、OK。はい、続いてはですね、土台についてるあれを針金を僕みたいな針金を延長して使えそうなんで延長しておきます。SDGs だ。あるものを使って。なるほど。そう言うとね綺麗ですけど、面倒くさいわけではない。面倒くさいとかそういうわけではないということですね。すごいデブ賞みたいになっちゃうじゃん。でもこれはね、もともとそこから固定の針金が通ってなかったんで、多分土台にまだしっかりついてるんだろうなと思ったんで、はい、なるほど。そういう風にして。あともう一本。これで木2本を固定するってことですね。そうですね。はい、じゃあまあベースはこんな感じでいいのかなと思います。そしたら次はカンタ君お手製の泥団子。じゃじゃん。泥団トルジャンゴって言われてあ、すいません。けど土ね。どっち？ケト土を。はい。そしたらまず赤松を仮に置いてみたいと思います。で、石の正面は前はこっちだったんですけど、はいこの背当ての部分が結構いいので、できる限り右に寄せてみたいと思うんですけど、陣がうまく当たらないところとかあればいいんだけどな。木振りと当たっちゃうか。このくらいとかに植え付けて、もっと寄るか。ここら辺くらいまで寄るな。まあこんな感じにして植えて、やばいこっちに垂らしていこうかな。こっちを。やばい、もう置いてみます。置いてみよう。どういう角度がいいと思う？まず木の正面がね、多分こっちなんでな。こっちっぽいですよね。そうですね。こうですよね。ただ石付き、まあ今回クラマですけど、石付きのいいところはやっぱ大きな角度を変えれるところ、角度変更がしやすいところが利点としてあるので、これ幹のこの動きが面白いから、俺はここら辺がこう前でもいいのかなと思うんで、このままこう入れても面白いかなとは思いますね。いやいや、これで決まっちゃうとまるで台本があるかのような話になっちゃうから、高木さんも検討してみて。
変わった意見。変わった意見を。で、最後にカンタ先生の変わった意見を。赤。ちょっと上げるとか。これじゃダメですかね。じゃあ意味しかない。他の場所はないですか？他の場所、どっちかにしたいですよね。一生の中やと嫌だなと。あ、なんかちょっとダイナミックだね。てか、木はここなんですか？木もうちょっと振りたい。そうだよ、逆じゃない。陣が。こうですね。こうじゃない。そう。ああ、そういう感じでいいね。前に出した方がいいか。前に出せます。もうちょい右に植えて、確かに。右に植えて、カンタがどうしても笹使いてっていうからな。こう。そうだね。あ、その野梅の付け方なんかは角度によっては面白いかもしれない。もっと、そういう感じですかね。あ、面白いかもしれない。置く場所大変だけど。もちろん。置く場所大変だね。場所大変だね。まあ、大丈夫でしょう。赤松はこの角度、起こし気味で。もうちょっと起こしてみて。そのくらいの方がいいわ。野梅の幹筋はその方がいいよね。でも枝先が上向いちゃってるからどうするかな。石の裏側から通すとか。石の裏側から。裏側っていうか。アイディアね。わかんないよ。はい。だからこっちにこう逃がすとか。逃がして前に持ってきちゃう。目立ってほしい。こういう感じとかもあれじゃね。どう先生。よくわかんないです。いや、じゃあ変わろう。でも自分はそっちの方が好きですね。本当？あんまりこう上下でシュッとしすぎてもね、面白みないかもしれないから、それ当初の案やんけ。あ、そう。だからそうだな。この動き見したいですね。動きいいよね。そうだからそういう風にもっと裏寝かしてもいいんじゃね？起こしても下裏沈めてもいいんじゃない？それじゃあもうなお持ち運びしづれえやん。なんかそっち側に流しても面白いかな。そこのもうここの間口に幹沿わすみたいな、こういう感じとかね。どう？ちょっとカンタ見てみてよ。高木さんも見てみて。けどもっとこうだからこのまっすぐ前にすっげえ来てるのが気になっちゃう。もっとじゃあ植え付けこうしてこんな感じにすると。いや、なんかこのこのカンタの語彙力を生で聞けて嬉しい。だったらこっちに。そうだからでっこみ引っ込みがあった方がなるほどな。おもろい。が見えますね。この石に沿わせる形でね、幹が来てると面白いと思うから、じゃあそういう感じでやろうか。いいんじゃない？じゃあ皆さん記憶して。記憶して。僕はもう写真撮りました。心のシャッターで。心のシャッター。そしたらじゃあこれで植え付けていきましょうか。はい。じゃあまず土台となるところ、こう植え付けるであろう位置が結構広いから、これでペタンと置いてもうこう慣らしていく。慣らしていく感じ、縁を。で今回の鞍馬石は深さがありますんで、これで土手を作って毛土で土手を作って木を据えて固定したら土どんどん入れられるから、それで入れていけばある程度土の容量も確保できると思うんで、まずはこれをペタッと置いてスッスッと半分くらいもうほんとこうボイーンと置いて、もうこうやってどんどんそういう感じなの。まだね毛土に土は混ぜなくていいと思う。やばいですか？いややっぱいい石作る人は違うよ。もう何も言わずに使えるよね。使えますか？すごいちょうどいい。10人日が7割。いや、お前8割じゃない。8割です。それたまたまカンタの動画見たらちゃんと紹介してくれてたんだね。ここもやっちゃって大丈夫。真ん中も平気なんですか？大丈夫。まずはその水はやっぱ上から上げたら下に溜まっていくから保水性ですね。保水性。閉じちゃってもいいの？なんか泥遊びしてるみたいで結構俺はやってる時好きなの。楽しいです。ミキさんといえばね、石付きの開花。いや、消化。
作風で賞取られてますもんね。だいぶ前ね。だいぶ前ね。でもなんかね、自分でいろいろ角度を好きに変えられるし、売り物だけどなんかね、持ってて楽しいから。土の厚みとかはあ、こんなくらいでいいよ。あともうちょいここら辺もつけといて。ここら辺も、はい。オッケー。こんなもんになってればいいね。はい。そしたら、これかなり雑。あ、ごめん、下汚しちゃった。昨日お掃除したんです。じゃあ今日もお掃除しよう。いや、やりますよ。まあ今度もう木を植え付ける位置あたりにはこの赤玉を混ぜて。混ぜた土で、まあ同じように持っていく感じ。持っていく感じ。で、赤松ちょっと左を起こして植えるから、ここら辺はちょっと山にしといて。ここら辺です。そうヤバい植える方はこっちはねなるべく薄く見せたいからあんま盛らない方がいいとか、そうここら辺は土いっぱい入れちゃっても大丈夫なんで、はい。割合っていうのはあります。割合赤玉土見た感じで。この一玉でバーってやってこねこねでいいんですか？半分ぐらいでちょっと手出して。はい。下汚れちゃう。いいよまた掃除してもらえば。あ今のこれ意地悪出ちゃったな。ではまあこのくらいだとしていいよ。取れない。いやそれで十分なんだ。あおいくね。これじゃちょっと多いな。戻しちゃっていい？はい。こんなもんでいいですね。これ違う。でも樹種にもよるかな。赤松だったらもうちょっと乾かしてもいいから入れてもいいかもしれない。なるほど。このぐらいってことですね。なんかお餅みたい。大体手の感覚とかってことですかね。Don't think feel。はい。Let's try。はい。どうでしょうか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。OK。これですか？そうでこうやってあとこのヘリね、前も言ったかもしれないけどこのヘリをね、浮かないようにした方がいい。ここから剥がれやすい。剥がれちゃうし乾くし、ここからスキンの中にネキリムシ入ったことあるし、そうこの境界というかね、そうそういうことです。大河君のところのみたいな感じで、こういう感じなんです。そうヘッド同士がなんか浮かないようにした方がいいよ。そしたら赤松を先に据えちゃいましょう。これ一回外さないとです。ジン前出すんですね。そういいよ。この位置が。もっと陣手前でいいよ。山の手前でいいよ。なんならちょっとカラマスくらいのとこまでしちゃっていいよ。いいよ。そのくらい来ていいよ。これ以上は寄れないです。オッケーじゃあそこでいいよ。そしたら一回グッと上げちゃって。そうギューッと。はいいいっすよ。木の正面そんな感じだよね。もっと右沈め。そうですね。起こしたいんじゃないですか。こういうことですか。そうそれぐらいをこれ角度。この角度。全部ケトでやるんですか？あんたさこれ土手で作るよりこのまま植えちゃった方が早そうじゃない？いいですよ。らしさ全開で、いいよ。もうちょっと上げて、左側上げて。ごめんなさい。で、この土をこうギューッと。こうするとジンが効きますね。効くね、そうだね。カンタの言うとこだね。これがね。動かない。倒れちゃう。じゃあ固定しちゃおうか。これならなんか道筋がよく見てね。いい感じ。OK。そしたら先にこっちだけ固定しちゃうね。もう支える係ちょっと退屈だよね。退屈ですか？いや、そんなことないです。楽しいっていう感じだとはあれですけど。でもね、一人だけ正面がね見えないですよね。不満じゃ全然不満じゃないです。全然。大きい木とかはね、2人でやったり。そうですよね。そういうシチュエーションは多いからね。なかなかないですから、こういう。こっちにあります。はい、すみません。とりあえず左側を起こしたいんで、右側を先に右側を先に沈めるね。これはどうでしょう。あとは左締めた具合でこの沈み加減を調整できる。まずはこっちだけ止めちゃうよ。わかりました。はい。いい質問ですね。OK、話してみて。これで倒れはしないね。大学これで見れる。ようやく。いいですね。そうで、あとは
これをもっと起こしたかったらこっちに、下に土入れればいいし、沈めたかったら下の土取って湯沸いてるうちに沈んでいくから、それで前後左右と調整できる。じゃあ次はあとは植え付けをこうするか沈めるか。ちょっと起こし、そうじゃあもうちょっとこっちに土を入れましょう。でも土がちょっとしかないから。ごめんなさい。難しい。でこれでももっと沈んじゃうんですよ多分。ああ柔らかいけどそうだからちょっと休憩。土作り部隊が一人しか手伝い。土舞台。っていうじゃあみんなで角度見て、僕固定しますんで。もっと沈めます。どうですか？いやこれ以上はこれ以上はやりすぎ？これでいいと思います。よろしいですか？ OK。どうですか？でもちょうどいいかも。最初に通した2本だけでとりあえずもう赤松は動かないかな、もうちょっとだけ締めて。これでいいかな、見えないし。あとはケト土もっと隙間に入れてこう埋めてって、あとヤバイを植えて余った針金とかでもう一回固定できるんで、それでやりましょうか。じゃあヤバイをお願いします。カッター先生。角で見ていい？どうか場所どうですか？これじゃないですか。この辺です。なんかお互いが主張するね。それいいいいね。お互いが主張して一つになってるからいいご夫婦だと思います。面白いよねこれ上と下に。なかなか見ないよ。いきなりなの作って面白くないし、変なの作っても面白くないけど、変なのの中にもちゃんと基礎がないとやっぱダメでしょうね。目だしょ。先輩の。ダメでしょうね。でしょうね。ダメでしょうね。ダメでしょうね。こんなもんもっと下げますか？もっと下げこれぐらい？でもこれぐらい？もっとこっちにしますか。いいよ、カッターすげえいいと思う。すごいいいと思う。じゃあここにしましょう。みんな忘れてるかもしれないけど、このチッカーベリーとかどこに置いてるかな。なるほどね。これはここがいいのか、こっちかな。この幹筋見えた方がいいよね。どう、神田先生。そうこっちがいいのか、こっちがいいのか。隠しちゃいますチェックしたらね、前でもいいかもしれないですね。どうやってちっちゃくするね。できない。ちょっと葉っぱ切ったりしてみようか、じゃ株分けできないの？あ。これはね、株分けできない。ここういうちょっと大きめのものとかをどう小さく見せるかって言ったら、やっぱ大きな葉っぱを取り除くという比較的シンプルな方法だね。盆栽展示する時とかもそうだけど、ピラカンとかクチナシとか常緑で葉が大きくなっちゃうものとかは先端の葉っぱとか懐の葉っぱをちょっと透かしたりするだけで実が際立ったりしますからね。なるほど。そんなことないですか？葉っぱ落としちゃったりしますよね。見物は。ね、その方が実がよく見えるしね。さっいっちゃいますか。笹どう使うの？そこうじゃない。やばい、大丈夫？止まった？そっち。そうですね。笹もそっちいい。なんか冬っぽくていいね、逆に。枯れ木も山のにぎわいみたいな。いい褒め言葉いただきました。ポジティブが売りなんで。笹ね。落ち着きましたね。笹いいな。もうちょっと綺麗にこれできる。手紙次第みたいな。燃やす？何を？笹。いいんじゃない？全然いいと思うよ。こういう冬の風景としてまあ確かにね。カレハム。もうそれダメなんですね。これ分けできない。ランナーで繋がってるの。なんか園芸でね、こうよく使うあれなんだけどさ、こう植えたい場所に対してここがでかすぎるときはさ、切っちゃうと根がなくなっちゃうじゃん。だからそうもうよくやってるかもしれないけど、圧縮してさ、もうここは切っちゃっても大丈夫なんですよ。前ここら辺が前からちょっとちょっと深いですね。ちょっとブーラーこれ開けられないんですよ。水洗ったらどうですか？開けれるかな。俺やったことない。やってみる？できそう。開けれそうですよ。
いけるならそうだね、切ってみようか。この辺はね、大野さんは全責任が私がよくやってますよね。つながってそうだけど、まあでも骨残ってるから大丈夫じゃない。いきます、うん、じゃあこれ切っちゃいますカンタ笹いいじゃん。いいですよね。でも今から近くに置いてあれ花咲くかな。ここでいいかな。 1個でいいけどこれだと寂しい咲かねえよ。咲くんですか？ワンポイント笹より低く植えねえとダメか。そっちの左側の方どうだろここしてもいいかもね。正した方がいいかもしう。いいじゃん。もうほんと新種用だよね。こっちの方がああ、収まりいいね。うまいな。ちょうどいい。ああ、いいね。あ、いいですね。それでいきましょうよ。ちょっと寂しい感じもあり。うん、ね。いいですね。でケト入れるんですか？そう先に。うん。赤松の底の方にまずキュッキュッキュッてどんどん入れてっちゃって。これ帰りの運搬中にも取れない。これどうやって持って帰るんですか？俺はちゃんと考えてあんのよ。考えて持ってきてるんですよ。余った針金で、一応ペイントしてね。はい。こっちでするのがいいんじゃない？この時にもうどこに隙間があるかを想像しながら入れなきゃダメ。好きなの。心配なんか隙間になっちゃったらどうしようとかすぐ考える。分かる。なんか心配になっちゃうよね。隙間にけど土をはい入れていきます。好きな産業してください。はい結構入る。結構入るよ。そう、園芸店がリニューアル。ああ、そうそう、お店ね、もう建て替え工事始まって26年の6月の上旬くらいにオープンする。6月頃。そう一番いい時期。園芸の方が建て替え。そうで盆栽の方のレイアウトもある程度変わへる。ーそうだから関東高木さんが手伝いに来てじゃあできたら呼んでくださいよ。あ、ぜひぜひ、はい。ちょっと取材。流れてますね。神田と高木さんが手伝いに来てくれるっていうんで、あそうこう木木を新しく植えたり、ちょっと色のついた砂に敷こうかなとか。今聞いた。でそこはまたね、なんか作ったはらいいいかもしれない。はい所沢で。神田君と高木さんが手伝いに来てくれる。誰がこの店やんの？念押しして。この辺どう遊び作りますこの辺は。うん、そうだね。こっち暑いからそっち薄くしたいけどね。まあ逆にここがっつりアルミ線俺やっちゃってるから、まあ苔張るけど、ここの足元くらいはそうですね。入れていいかな。そうだね。で終わったらほら歯ブラシでまたここら辺は一回きれいにすれば際立つから、ここら辺もうちょっと入れちゃっていいですよ、高木さん。そもそもですね、石突きというのはですね、もともと足元の弱い木とかをっていう話聞いたことある？ちょっと弱点をそう補うみたいなね。それやっぱ直感の木とかってさ、人間が作ってきてるもんだよ、わーってやつは。あれを石につけろって言われてもなかなか難しいよね。粘りがどうしてもね邪魔になっちゃいますよね。で山鳥の心拍とかそういうのどういうのって板シャリなんだけどもともとみたいな、自生地もそうじゃん、岩場にそういうのがやっぱり向いてないし、鉢に入れた時ちょっと足元弱いよねみたいなのありますよね。そう見てて板シャリの方とかに目がいっちゃってさ、でもその足元弱いよねっていうのも心拍に言えばこれ山鳥だからという特徴だからね。やっぱり絶対盆栽には一本一本いいところが絶対あるはずだから、それを生かしてね木作りしてった方がいいと思うんだよな。隠すのもあるけどさ、そこら辺は当時盆栽教室でこれメンバーシップですか？多分ね。そうだろうな。ここまでは一般公開で、ここから先はいやいや。まあもうこんな感じでいいかもしれない。あとはこういうその分かれちゃってるところ、隙間とかちょっと入れてそれ入れよ、そこ入れよ。笹入れただけだからこれ。ここら辺は入れちゃっていいですね。盆栽 Q もメンバーシップ始めてますからね。はい。ね、会員にならないと見れない動画たくさんあるから、ぜひ登録を。しかも広告ゼロです。だってメンバーシップはね、全部広告になってます。ますかっていうか。もちろん本当に？昨日メンバーシップの動画開いて、見れねえと思って
あメンバーじゃなかった出るだけじゃダメなんだみたいな。確かにメンバーシップ入ってこそのメンバーですよね。そうそうそう。音声級メンバーですか。多分今ここ概要欄が出てますね。じゃあ登録カンタ君しか入ってない人多分メンバーシップ。僕はキイチ君の動画見たくて入ったの。ちっちゃいサッカー少年だっけ。サッカー編が多分サッカーが上がるんですか。サッカー編上がってると思う。こういう時迷うんですけど、載せないその元のシーン載せちゃうな。載せますよね。足元をよっぽど見せたいとかさ、もううわーっていう座とかがあればやんないけど、なんか乾きが差が出そうで、そうでそれ嫌だな。俺も悩みながらやるんだけど、一式作るときさ、上側が乾くじゃん。かといって上側に厚ぼったい毛凸紙貼っちゃうとさ、ボテッとしちゃうじゃん。だから苔を貼るときに薄手の苔とかはこう斜面とかさ、こう剥がれやすいところでもピタッとつくけど、上側に厚めの苔を敷くことはあるね。そうですよね。保水性がいいように。そう。そしたらもうここあとちょっと誰かやってもらう。俺がやればいいか。これいけないか。上手にねこう段差つって自然な景色出してくれるって今宣言したんで。いいんですよねこれね。いいよ。どういうことですか？毛と土をペタペタ貼るだけじゃ平面的になってしまうんで、はい、そういいです。さすが先生。立体をこう作ってこうですね。そうでどうせ苔貼るとその起伏もちょっと緩やかになっちゃうんで、毛と土を貼るときはこう凹凸激しくつけといて大丈夫。なるほど。だから土が溜まるところ、水がよく流れるところをね、前も言ったかもしれないですけど、よく考えてやると、いいね。いいんじゃないかな。はい、いいと思います。じゃあ次は苔ですか？そうですね。はい。苔はみんなで貼りましょう。はい。で大河君の苔張りが特殊なんですよ。知ってます？そう。大河君の苔張り。知ってないでしょ。特殊なんですか？特殊。あれは豆盆栽の苔張りだよ。普通僕ら下削るじゃん。大河君上だけ削る。そう。そのままこうやってやるの。どうせまた増えてくるしな。そうなんです。講師でね。活着するので。ある種ね、巻き苔みたいな感じだよね。注意点というか、なんていうんだろう。こういくつも貼るじゃん。その境目がこう全部分かるようにさ、こうまんじゅう苔みたいなのがパパパパって置いてるとやっぱパパ入っちゃう。であと日苔とかは陰実性というかさ、苔全体が日陰で育つけど、日苔なんかこう光の当たらないようなところでも貼る。例えば、これ、王道でね、王道のやり方だとこう薄く切るじゃん。今このくらいかな。このくらいで切って貼っていくけど、じゃあ分かりやすいようにこの足元くらいからいきますか。でこうやって乗せて周りをねこうギュッと押し込んでいくっていうか慣らしていく感じの方が石突きはいいね。慣らしていく。でこういうところは、どうしてもすいませんありがとうございます。どうしても苔が落ちやすいからこうなんつうのアルミ線でこう止める人もいるし、それはそれでいいんだけど。細いですもんね、そこからね。そう、この際に合わせてここが際だからね、もうギュッてこうやって押し込んでいけば石突きの場合はだいたい馴染んでいく、取れることはない、あんまりね。石突きの場合はってことは盆栽とは違うってことですか？でも普通の盆栽の時もそう、鉢の襟に合わせて貼っていくと仕上がりが綺麗。なるほど。考えてみよう苔の張り方を、幹元には日苔、大きいとこには緑。どうした？これ取ってあげる。これ取ってくれ。もう地味だけどマジ大事じゃないですか。マジで。鳴らして、鬼大事。毛とのついたところをきれいにしてると。ちょっと掃除が入ります。掃除が入りました。どうぞ。ほら、針金がかけてるんですか？ちょっとだけ気持ち。ここだけ下げたいみたいな。そう。前に巻いてる動線に沿わせてるんで。もうここも今の巻いてあるバンドで効かないから、ちょっと足したんですけど。
まあ、ゆくゆくはもっと下げてここをこう見せれるくらいの模様を入れればいいと思いますけどね。ね、ここもこう時間があればちゃんと貼ります。ここはなんか重なってるから左右のどういう状況でしょうか。今まあ当初こことここの枝を抜くっていうのはまあ大体決まってたんですけど、でもこの枝の出方嫌で陣も長いので、かつここを正面から見るとかなり短い枝で仕立ててあるので、どうしてもこの枝が短いスパンで熱持って太ってしまってるんですよ。でこの木は細いか太いかで言ったら細い方なんで、なるべくこう細身の流れのある木にした方がいいんじゃないかとカンタ君と高木さんたちと話してて、この枝を取っちゃってこれ下げてくる。こっちはどうする？このくらいでいい？っていう話をしてまして、ここの枝自体その出方はねやっぱ斜め上に向かって出てしまってるので、ね、ここの枝の出方なんかは斜めに下に下がってるんでこれはいいと思うんですけど、でカンタ君からこの枝下にこの陣で引っ張るのはどうですかっていうんで、それがいいかなと思ってるんですけど、じゃあ枝抜きをお願いします。でもここでいいですよね。この辺がね、この辺がまあ作風が、ここでここグリグリやんないの？綺麗に。これだけでいいかな。でここは残すってこと？ここら辺は？これもこう際まで綺麗にしちゃった方が細くならない？いやだから細くはなるけど今嫌なんてここかなと思って。そこ切っちゃってもこの太いの残っちゃう。ここはでもこうやって綺麗に縁まで。この下は取っちゃって。皮取っちゃっていいよ。ここ2本入ってここに枝があったんですね。じゃあそれをそうだね、それ細くしようか。だから3本あったんですね。じゃあそれ細くしよう。太いもんね。大変地味な作業が続いておりますが、でこれでいいですよね。はい、いっちゃう。でもうちょい綺麗に削れば細くなるな。これ下げたくなってくる。そうだからここ抜いた代わりにこの枝とこっちの枝で、今日は針金かけないけどこの枝こう裏に回すとか、こっち下げてくるで空間こう空いたものを少し埋めていくイメージですね。ここだよね。こんな感じ？もっと？もっとかな。ここか。ここに枝の芯があったっていう話ね。なるほど。さっきよりはいいっていうことでよしとしましょう。はい。じゃあ完成？はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。わかりました。2026年の松竹梅完成ということで、なかなかなんかね、個性のある松竹梅になりましたね、今年は。2026年は個性の時代だと思うんで。なるほど。はい。ちょっと説明よろしいですか？はい。そうだ、まず枝抜きが肝ですよね、最初のね。で、ちゃんとこのちょうだい枝。ちょうだい枝を脱いで、で、ここも、落として、で、この下枝のなんですけど、落ち方も効いてきましたし、バランスは良くなったのかなと思うのと、この梅のアイディア。ね、いい角度でね、ちょうどいい感じですよね。相反してる方向に行ってるけども、まあ全体としては統一感があるように見えますよね。でまた動きもよく見えるし、それぞれのこの動きがこうつながってるような感じがあっていいと思います。彩りもありますし、さっき言ったけど梅とシャリの対比みたいなね、これはね、いいですね。感じがすごいですね。さあ監督、総評お願いします。さっきも今言いましたけど、この赤松の陣って、まあ個性ったら個性なんですけど、もうしつこいかなともちょっと思ってたのね。まあね。
ただその結果論的に太さもちょっとやっぱヤバいとなんか似てるし、動きもね多少似てるところがあって、なんか違う樹種だけどさ、なんか共通点があるじゃないんですけど、さっきのその欠点王っていう話だったじゃないですか、でこれ文人木にしたらまあ太いよね。太いし、あとは陣も邪魔だよねっていうのがこう合わさった時に、トータルとして良くなったっていうのは、これが石付きのさっきの欠点を補うっていうのはこうまさにですよね。あとは今カンタも言ったように、まあこの鞍馬石の重みもあるじゃないですか。だからこれにこの赤松がもっと細かったら石が目立っちゃうと思うんだけど、さっきの石の重さとか強さに対して幹もちょうどいい太さなのかなというふうに思うんで、あとはねヤバイが咲いた時にね、どんな姿になるのかを楽しみに待ちたいと思います。何月ぐらい？2月とか。ちょうど動画の公開あたりには咲いてるんじゃないですか。正月に1日中に入れとけばね。入れとけば。今年2025年はでも暖かかったんで、ヤバイ外に置いといたりするのがもう咲いてる。咲いちゃってますね。もう咲いてるのあります。やばい、例えば花を早く咲かせたい時はどうしたらいいですか？もう室内に取り込んだり、リビングとか人間の過ごしやすい環境に置いておくことで花を進めることができます。なるほど。はい。霧吹きとか。あと花を遅らせたい場合はどうします？暗室というかね、冷たいところに置いとくと。北側の軒下の棚下とかね。すごい。今そこにあるからね。そういうところに置いて花を遅らせて、お正月に合わせたり飾るタイミングに合わせたりっていうの開花調整はできるので。ということです。はい。はい。ということで、新年一発目の動画は、松竹梅を作りました。この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. 2026年も盆栽 Q をせーのよろしくお願いします。ありがとうございます。はい